ちは、みくです。今回はリクエストいただいたそばかすメイクをしていきたいなと思っております。このメイク、涙袋を作らずに盛るポイントなどをいろいろお伝えしているので、よかったら最後までご覧ください。ベースメイクとシェーディングはもうやってあるので、早速メイクしていこうと思うんですけど、眉毛はいつも通り色をなくしていきます。ミュードのスキニーブローカラーの C01 番を使っていきます。こんな感じのピンクベージュの色です。これお気に入りすぎてもう2本目なんですけど、すごくないこの違い。こんな感じ。私みたいに目と眉毛の距離が短い人は眉毛を明るくするとバランスが取りやすいのでおすすめです。で、カラコンはオーレンズのフレンチシャイングレーを使っていきます。この間のスモーキーメイクの動画はこれのラベンダーだったんですけど、グレーもね、こんな感じで縁がくっきりしてないタイプのやつになります。開かない。こんな感じ。今日はそばかすメイクなんですけど、色的にはベージュとピンクを合わせたような感じにしたいので、アバウトトーンのリターントゥベーシックシャドウパレットの4番を使っていきます。まずここのベースを上下にぼかします。こんな感じで広くぼかしたら、ここのベージュをさっきより狭い範囲に重ねます。今日は目全体ちょっとポワーってピンクっぽい感じにしたいので、ここのピンクを重ねていきます。上は目頭と目尻だけに重ねます。こんな感じで、今日涙袋の影を引かずに涙袋を作らないメイクにしていきたいので、アンダーラインをいつもよりもちょっと下に引いて、目を若干下に拡張していきたいなと思います。いつもこう目のキワキワを埋める感じだったと思うんですけど、ちょっとそこから開けたところに引く感じでやっていくと、涙袋描かなくてもいい感じにこの中顔面が若干短縮されてくれるので、こんな感じでラインを引いていきます。目尻がいつも通り自分の目尻に沿わずに横に広げる感じで描いていきます。OK。紹介し忘れてたけど、このアンダーライナーはいつものトゥークールフォースクールのアンダーライナーの2番。こんな感じで絶妙な赤みのある色なのでめっちゃお気に入りです。これももう2本目か3本目ぐらいです。そうしたらさっき描いたアンダーラインをここら辺を混ぜてぼかしていきます。これでちょっと目の位置が下に下がったと思うんですけど、そしたらさっきの色を若干下にまぶたに広げて、下にグラデーションになるようにしていきます。こんな感じで若干目尻側は濃くなるように意識します。
そしたら下まつげをマスカラしてピンセットでつまんでいきます。気持ち根元からちょっと下げたところからつける感じ。ピンセットの先にちょっとマスカラをつけて、マスカラはねクリスティンのやつを使ってるんですけど、ふわふわになるやつよりはちょっとリキッドっぽいタイプの方がつまんで束にしやすいので、そういうタイプのやつだったら何でも OK です。そしたらビューラーしてアイラインを引いていきます。マグネットのつけまつげをつける用のビューラーなので、根元だけちょっとキュキュッと上げて、アイラインはいつものキャンメイクのクリーミータッチライナーの01番のブラックを使います。今日のメイクはいつもよりもチュッて跳ね上げる感じにアイラインを引いていきたくて、角度なんですけど自分の下のフレームラインの角度に沿ってこういう感じで引いていきます。目尻から少し入ったとこから引き始めて、ガイドラインを薄く引いてそれを濃くしていきます。こんな感じで線の下側もちょっと埋めます。目がここまであるよってちょっと拡張するために、自分の目尻より若干下までそのままラインを引いて、そこから跳ね上げる感じで描くと目が大きく見えます。 SD カードの残り時間が少ないかも。目頭も切開ラインを引きます。こんな感じで目の側面に描いて、上もちょっとつなげて、今日は真ん中は抜いて目頭と目尻だけ描きました。そしたらこの締め色でさっき描いたアイラインをぼかします。こんな感じに。そしたら同じ色で下まぶたの目尻もちょっとだけ濃くします。ボサドのつけまつげの1番シルキーブラックをつけていきます。こんな感じのやつ。いい感じになってきました。若干上側足そうかな。ここら辺を使って。よし。それでは今日のポイントのそばかすを作っていきたいなと思います。そばかすの描き方っていろいろやり方あると思うんですけど、個人的に一番良かったのは細いラメ用とかの筆でちょんちょんちょんって描いていく方法で、そばかすの色もすごくポイントだと思っていて、あんまり濃い茶色すぎると存在感がありすぎて、私が描いてみてよかったのはこの眉マスカラです。ロムアンドのハンオールブローカラーの5番と11番を使っていきます。5番がこういうローズカラーで、11番がもうちょっとグレージュっぽい感じの色なんですけど、クールトーンのカラーが一番得意だから、こういうちょっとピンクミーグレーミーみたいな感じの色がフィットすると思うんですけど、もっとウォームっぽいカラーが得意な方は普段お使いのマイマスカラの色でやってみてもいいかもしれません。これがねちょうどよくって、液を取ってでこの辺にまぶしていきます。こんな感じで
まぶせたら、次は11番の色もまぶしていきます。なんかさ、本当皆さんからのコメントって皆さんが思ってる以上に私にすごいパワーをくれてて、今回のこのメイクも可愛くできたと思って残したいなって思ったんですけど、動画を撮るまでの気力がなかなか自分の中で高まらなくて、でもコメントでショーツに載せたこのメイク見てこのメイクって残りませんかって、メイク動画見たいですって言ってくださった方がいて、あ、こんな風に思ってくださってる方がいるならやろうって思えたので、本当にいつもありがとうございます。本当に力になってます。こんな感じでそばかすができたら、上からチークを重ねてなじませていきます。ちなみに今回使った筆は DIA のグリッターについてきたやつです。チークはこの3つを使ってピンクベージュっぽい感じにしていきます。この色味がね、使ったアイシャドウパレットと同じような感じなんですよ。ベージュとちょっと青みっぽい濃いピンクが入ってる感じで、全部割とくすんでて、これだけちょっと明るめかなっていう感じ。まずはこのトゥースラッシュ4のオールオーバーフェイスブラッシュのバーンピンクを使っていきます。今日のチークの塗り方はポンポンポンって3点からじわーって広がってる感じの色味にしたくて、ピンク系で血色感を出していきます。こんな感じ。そしたら次がネーミングのフラフィーパウダーブラッシュの1番を使っていきます。これでこの頬骨の外側ら辺に塗って立体感を出していきます。鼻の下に塗るの忘れてたわ。さっきのやつも鼻下にもちょっと塗ってください。でちょこっと重ねて、そしたら最後にアピュのパステルブラッシャーの CR02 番を重ねます。これだけちょっと明るい色なので、顔の内側をちょっと明るめにぼかしていきます。じわーってしてる感じのチークとそばかすがめっちゃ可愛くないですか？リップはこの間リップコンボにあげた組み合わせも可愛いし、ショーツにあげたリップコンボに若干くすみを足していきたいと思います。ハートパーセントのドットオンムードペンシルの13番ベアリップスを使っていきます。これがね、いい感じの赤みのある色なので、縁を取ってオーバーリップの形を作ります。こんな感じで自分の唇よりもちょっとオーバー気味に描いて、上側はこの真ん中の唇の山のところをちょっとオーバーに上にぼかす感じで、
唇の上に入れたシェーディングにも若干なじませると自然にボケて可愛いので、本当にちょっとだけ赤みを出して、あと口角もちょっとだけ出してあげて、そしたらバニラコの B by バニラカバーリップベースのフルグレイを使っていきます。これこの間の動画でも紹介したやつなんだけど、固めのリップベースでこんな感じのグレー味のある色です。グレー味のあるベージュって感じなんですけど、これでさっき描いたラインと自分の唇をなじませていきます。オーバーリップのベースができたので、メインのこちらのリップを塗っていきます。エチュードのソフトフィクシングティントの11番レッドビーンっていう色です。これもめっちゃ可愛い色で、こんな感じの若干グラデにしてみました。ちょこっとシェーディング足して、このジュディドールのメリハリマスターパレットの01番クールトーンのここの色ハイライトに入れていきます。鼻横と鼻先と鼻根、おでこ、顎。今日は珍しくオールマットな感じにしたいので、このそばかすに合わせてハイライターもマットの白のやつを入れて仕上げていこうと思います。トゥースラッシュ4のハイライター、ストロビングフェイスキューブのホワイト、鼻先と、あれ待って普通に間違えちゃった。これマットとキラキラ両方入ってて、キラキラの方をつけちゃったけど、まあいいか。上からマットをつけ直します。マットのホワイトを髪の毛またお団子にしようかな。最近髪が伸びてきているのでお団子にハマってます。はい、ただいま戻りました。団子にしてきました。涙袋を作らないそばかすメイクいかがでしたでしょうか。よかったらお出かけの時真似してみてください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価もいただけると励みになります。そう、寝る前とかにも見られるような動画が作りたいなと思ってるんですけど、小声でお話ししながらメイクの準備するような動画とか何かアイデアがあったら教えてください。じゃあまた次の動画でお会いするのを楽しみにしてます。バイバーイ。